こんにちは。ゴルフをしようのあらちゃんです。今回のテーマはインパクト、クラブフェースがボールを捉えるイメージを持っていますかという質問でもあり、より明確にイメージできるようになりたいインパクトがテーマです。ゴルフ場でのプレーでは様々なシチュエーションでのショットが必要になりますが、順当にプレーできれば1つ目にティーアップしてドライバーを打って、2つ目に2打目に地面からの上のボールのラインの状況でグリーンを狙う、3番目にグリーンにオンをしてパッティングに入るという順にプレーをすると思います。1のファースト、2のセカンドのショットの結果によって限りないシチュエーションに対応することになりますが、今回のテーマインパクト、クラブフェースがボールを捉えるイメージを持っていますかという質問の形にさせていただいたのは、2の2打目に地面から打つショットでの主にアイアンを打つ時のクラブフェースでボールを捉えるイメージをもう一度見直していただきたかったからです。少し振り返っていただきたいのですが、ゴルフ場での芝の上からのアイアンショットで芝にダフってしまったり、ボールの頭を叩いてしまったりという経験は誰もがある経験です。どんなに上級者でも、またプロの世界でもこのトップダフりのミスはありえます。またそのようなことがないように日々さまざまな練習内容で訓練しているのも理由の一つでもあります。これからゴルフを始める方やゴルフを始めた方へ、または中級者と自覚される方にもインパクトを見つめ直す、または確認するつもりでご覧いただきたいと思います。まず皆さんが利用される練習場から見ていただきます。練習場でのマットの上での練習では飛距離も出てまっすぐに飛んでいるのに、なぜかコースでは打てない。ドライバーは良かったのにアイアンはダメだった。練習場では最近調子良かったのにコースではいつもの球筋が打てなかったなどの経験で悔しい思いをされている方は少なくないと思います。また私もコースでプレーすれば18ホールのプレーで少なくとも3つ4つの反省材料と、あのショットのミスはあれだと練習の課題には事欠きません。話を戻しますが、この練習場のマットでのショットはご存知の方も多いとは思いますが、インパクトの音をよく聞いてボールをクリーンに捉えた手の感触を意識していないと、人工芝の上をクラブフェースのソール部分がボールよりも先に接してドンとマットに当たって人工芝の上を滑ってからボールを捉えていることが多々あります。ゴルフコースでの芝の上からのショットでドンと先にクラブフェースのソール部分が接する打ち方は、夏のふかふかの芝のライやラフからのショット、秋や冬などでの乾燥した季節の土や芝の状態ではクラブフェースは同じように芝の上を滑ってくれますが、芝の薄い場所のライ、雨天や雨上がり、朝露などのウェットなライ、芝の湿っている状態ですね。夏の芝の目の強いライ、芝の元気なライなどからはクラブフェースの抜けも悪くなり、少しフェースのソールが先に接しただけでも飛距離が落ちたり、打ち出し方向が変わってしまったり、ダフってしまったりする大きな理由の一つです。それでは具体的にどういうイメージでインパクトしているかという話ですが、アイアンのクラブフェースをアドレスの時にボールの前に置いた状態の動画ですが、このようにボールと芝の間にクラブフェースを戻す、言い換えるとクラブのソール部分、ブレードの部分をボールと芝の隙間にきれいに入れるイメージをお持ちではないでしょうか。多くの方が無意識できれいにボールを当てること、ちゃんとした弾道の高さを出すにはというイメージが、このような無意識の中でボールと芝の間にクラブフェースを割り込ませるようなイメージになっていることも少なくないと思います。では具体的にどういうイメージでボールにインパクト当てるのかというと、クラブフェースを上からボールを地面に押し付けるようなイメージ、または極端に言い換えるとクラブフェースと地面の間にボールを挟み込むようにインパクト、ぶつけるイメージに変えることです。いきなりフルスイングでこの動きは難しく怪我にもつながるので、
ウェッジ系のクラブの小さなスイングから始めてください。はじめはスイングと言えないぐらいの時計軸7時5時や8時4時ぐらいの振り幅で遊びながら行うつもりで打ってください。7時5時8時4時の振り幅でも慣れてくると勝手にボールが上がるはずです。気をつけていただきたいのは、手打ちにならないように上半身もしっかりねじって小さい振り幅でも体幹を使うことと、スイングの基本左右均等にテイクバックした分ある程度のヘッドスピードをインパクトポジションでつけてフォローまで振り切るということ。小さいスイングはテンポが速いとトップで止められないので、頭の中で1、2、3とテンポを数えながら打つぐらいテンポを意識するということです。1、2、3というのは1でアドレスポジション、2でテイクバックのトップで止めて、3でインパクトで打つというテンポです。このようなことに気をつけていただきたいので、はじめは小さな振り幅で20ヤードでも30ヤードでも構いませんので、まずクラブフェースを上からボールを地面に押し付けるようなイメージ、またはクラブフェースでボールを地面と挟み込むようなイメージで打ってみてください。直接クラブフェースがボールに当たる感覚や音を体感してイメージでき始めたら、50ヤード60ヤードとハーフスイングやスリークォーターのスイングで時計軸9時3時10時2時というように振り幅を大きくしてみてください。さらに慣れてきたらクラブの番手を徐々に上げてフルスイングも試してみてください。まずこのインパクト、クラブフェースとボールの当て方のイメージを作り直していただけると、アイアンのダフりトップのミスも減少するので、小さなスイングからインパクト、ボールを捉えるイメージを見つめ直してください。今回のテーマに続くテーマは、ダウンブローの考え方を見直す回と、スイングアーク、円の子のどこで振るかというテーマに続く窓口となるテーマなので、ご理解いただければ幸いです。今回はインパクト、クラブフェースがボールを捉えるイメージを持っていますかという質問でもあり、より明確にイメージできるようになりたいインパクトがテーマでした。気に入っていただけた方はグッドボタン、チャンネル登録いただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。